皆さんこんにちは、キスケです。本日はマスターデュエル妖戦獣デッキを紹介していこうと思います。本日からこの動画がいつ配信されてるかはちょっとわからないんですけど、撮影時が23日、本日から NR イベントというものが開催されております。なので、ノーマルとレアのカードしか使えないイベントってことですね。で、そんなイベントで結構勝てるんじゃないかって思って考えたデッキが、こちらの怪獣ギミックを搭載した、妖戦獣デッキになります。このデッキね、すごい簡単なんですよね。何が簡単かっていうと、普段のランクマッチで使ってるような、ソリティア、いろいろぐるぐる回して、エクストラデッキからいっぱい大量に召喚して、ワンキル狙っていくみたいな、そういうデッキではなくて、こちらの妖戦獣モンスターを使い回して怪獣ギミックで相手の大型モンスターを除去して殴っていくっていう、すごく単純に殴り合いが楽しめるデッキになってるんじゃないかなって思います。で、妖戦獣の特徴が、召喚したターンのエンドフェーズ時に手札に戻ってくれるんですよね。なので除去とか、召喚した際に除去とかされなければまた次のターン繰り返し使えるようになるというギミックを持ってます。で、プラス、ある特定の妖戦獣に限りなんですけど、召喚に成功した場合に手札から、別の妖戦獣を召喚することができます。で、まずこのかまいたちやね。かまいたち、こいつもかまいたちやな。こいつもかまいたちやな。こっちは1の太刀、こっちは2の太刀ですね。はい、名前が違う妖戦獣を召喚できると。こいつもかな、こいつもかまいたちやな。第3の太刀と、これも召喚に成功すると手札から、この3の太刀以外の妖戦獣モンスターを召喚することができるんで、例えばこの第1の太刀、かまいたちを召喚すると。で、手札の、2の太刀、かまいたちを召喚すると。で、2の太刀の能力で3の太刀を召喚すると。で、3の太刀の能力で、他の妖戦獣、伊豆名淵とか、辻斬りとか、この辺を召喚して、一気に殴っていくと。で、ターン終了時に全部手札に戻ってくるんで、次のターンも同じ動きができますよっていう、そういう結構楽しい、ギミックを持ったデッキになってるんじゃないかなって思います。で、その他の能力は個別にあるんですけど、例えばこいつ、フィールドに表側表示で存在して、一度だけフィールドにこのカード以外の妖戦獣モンスターが存在すると、相手フィールドの表側表示のカードを手札に戻すことができると。道を開けることができるってことですね。で、2のタッチ。このカードは、相手のフィールドにどれだけモンスターが埋まってようが直接攻撃することができるという能力ですね。で、3のタッチ、このカードに関しては、このカード以外の妖戦獣が戦闘ダメージを与えた時に、この3のタッチ以外の妖戦獣カードを手札に加えることができます。だから次のターンまた手札に戻ってくるんで、もう一つギミック多めに妖戦獣を出してあげることができるってことですね。で、辻斬り、このカードに関しては、召喚するっていう妖戦獣専用の能力はないんですけども、妖戦獣モンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時から計算前までに、手札から捨てて1000ポイント攻撃力をアップさせるっていう能力を持ってます。で、フィールドのモンスター1体を対象として発動できて、そのモンスターの攻撃力はターン終了時まで1000ポイントアップする。これが召喚されてる場合の能力ですね。で、このカードを召喚した、これは一緒やね。エンドフェーズ時にターン、手札に戻ってくるっていう能力。で、伊豆名淵、このカードはこのカード以外の妖戦獣がフィールドにいると、ワンドローすることができます。だからいっぱいこの妖戦獣を出して手札補充したり火力アップしたりして、一気に削り切るっていう感じになってますね。で、怪獣ギミックを入れてる理由っていうのが、やっぱりこの妖戦獣たちって1600、マックス1800なんですけど、打点が低いんですよね。だからその低い打点を補うために、怪獣ギミックを入れてると。やっぱりね、どうしても
例えば儀式召喚された2300ぐらいのモンスターがフィールドに出ちゃうと、まあこっちがね、伏せてない限りは、やっぱり突破が厳しいデッキにはなってるんで、まあそういうところで、例えばこの2800とか2700の怪獣を出して、3300の怪獣をこっちは手札から特殊召喚して、道を開けて妖戦獣ギミックみたいなね、そういう使い方ができる、結構ね、ほんまにシンプルなデッキになってます。で、魔法トラップに関しては、もう妨害一択っていう感じになってるかな。次元の裂け目でまず、相手は墓地に送れなくしてしまうと。で、サイクロンは3積み。で、激流層も3積み。奈落の落とし穴も3積み。で、強制脱出装置が2積み。迷い風が2積み。で、妖戦獣のイタチ風。これが2積みという形になってます。で、エクストラデッキに関しては、もう汎用性のあるカードをぎっしり詰めたっていう感じやね。まあ、例えばレベル4モンスター2体とか、ある特定のモンスターっていうよりかは、まあ、レベルでしっかりエクスシーズしたりとか、まあ、リンク召喚したりとか、そういうことができるカードをぎっしり詰めたっていう形になります。まあ、すごい簡単なデッキなんで、とりあえず、リプレイ機能を使って、このデッキはどうやって動くのか、どうやって勝っていくのかっていうのを一緒に見ていこうと思います。それではリプレイの方行きましょう。さあ、それではリプレイの方を見ていきましょう。こっちが先行ですね。はい。まあ、ちょっと、止めながら見ていこうかなと思います。で、多分ね、後攻の方が圧倒的に強いデッキだとは思うんですよね。なので初手は3枚並べてエンドっていう感じかな。まあ、1ターン目にこの妖戦獣のギミック使って出してあげることもできるんやけど、出しても意味ないんで、ターン終了時に手札に戻ってきちゃうんで、まあ相手はこんなデッキだなってバラすだけになっちゃうんで、ここはまあ3枚伏せてターン終了っていう感じやね。相手のデッキ何やったっけな、ちょっと忘れちゃったけど、そう。トライブリゲードですね。はい。厄介なデッキですね。なかなか強いデッキだと思います。で、まあこのタイミングでイタチ風を発動させて、ケラスを戻していくと。まああんま意味ないよね、これ。ただまあ通常召喚使って出してくれたんで、まあ特殊召喚する必要があると、いうことにはなりますね。ただまあ奈落とか、いろいろ備えてるんで、特に問題はないかなと思います。で、特殊召喚されたタイミングで迷い風を発動させて、特殊召喚されたモンスターの効果を無効。で、攻撃力を半分にすると。なので、トライブリゲードに備わっている、墓地から除外してリンク召喚っていう能力を使わせないっていう形になりますね。はい。これで効果無効ですね。はい。ここ多分相手気づいてないと思うんだよな。はい。ここで無効化されると。で、600打点なんで、特に痛くはないよね。で、ターンが切り替わって、サイクロン。これはありがたいね。サイクロンで後ろをぶつけていくと。強制脱出装置。危なかったな。このタイミングで、妖戦獣のかまいたちを出していきます。で、かまいたちの能力で、2のたちも召喚します。はい。で、ドラグマパニッシュメントっていうよくわからないカードを使われてしまうと。はい。これでバトルね。で、ターン終了時に1のたちは手札に戻ってくるっていう形になります。はい。だからまた妖戦獣をデッキトップから引いてくれば、次のターン妖戦獣のギミックをまた使えるっていう形だね。はい。バトルフェイス。トライブリゲードの能力使わなかったね。なんでなんやろ。結構墓地はもうほやほやに超えてるとは思うんですけど、さあ引いてきましたよ。妖戦獣。はい。1のたちを召喚して、能力で3のたちを召喚していくと。1の太刀で攻撃。で、このタイミングで3の太刀の能力が発動して、手札がまた潤うと。これ強いと思うんだよな、ほんまに。で、これでターン終了で、手札が潤っていくんですよね、どんどん。で、さらに次のターン、1、3で、イズナムチを出せるんで、まあ、ワンドローもできるし、さらにサーチもできるし、で、相手のフィールドを開けることもできるっていう。で、プラス、フィールドには奈落が伏せてあるんで、まあ、トラップで妨害して、妖戦獣で殴っていって、リソース回収してっていう動きがぐるぐるできるデッキになってます。超強いよ。はい、奈落。
マジで人じゃねえな。うん。おめえら人間じゃねえっていう感じ。はい、ここで手札の3体を展開していきます。ダーン。はい、これでワンドローしたね。で、攻撃。で、3の太刀でサーチ、1の太刀を持ってくると。これで一斉に攻撃して、全部手札に戻して、伏せて伏せてエンドやね。これが強いわけよ。皆さん。で、ある程度の壁であれば、1の太刀で手札にバウンスすることもできるんで、マジで強いよ。はい、特殊召喚するけど、この、イタチ風で手札に戻していくと。これで勝ちかな。確か。はい、エンドフェイスと。これで、まあ全部出して、まあ一応ね、何があるかわからないんで、まあ全部出して、能力使って、リーサル決めていくっていう形かな。はい。対戦ありがとうございました。はい、皆さん、お疲れ様でした。本日は怪獣ギミックを搭載した妖戦獣デッキで NR イベントを回ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。だいぶね、強いと思います。うん。その、ぐる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 回すことができれば、ほんまに負け知らずのデッキになるのかなとは思うんですけど、やっぱりね、手札に妖戦獣2枚ぐらいないと、まあ、そのせっかくの妖戦獣のギミックを使うことなく負けてしまうっていう恐れがあるので、まあ、しっかりと魔法トラップは妨害を構えてあげるカードを採用するっていうのが一番なのかなって思います。まあ、だから妖戦獣のみで怪獣ギミックを抜いて他のカードを採用するっていうのも全然ありだと思うんで、まあ、そこそこ汎用性のあるデッキになってるのかなって思います。でやっぱり NR イベントのいいところってまあ安く作れるっていうところにあると思うんで、まあ、気になった方はサクッと作って、試してみるっていうのもいいんじゃないかなって思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんでよければフォローもお願いいたします。それでは良き遊戯王ライフを。バイバイ。